ございます。こんにちはとこんばんは。今日の動画を日本語じゃない、日本語で言うけど星の王子様第2話読みます。本当に久しぶりね。星の王子様、それではいきますね。いきます。こうして僕は今から6年前、サハラ砂漠に飛行機が不時着するまで心から話ができる人もないまま一人で生きてきた。飛行機はエンジンのどこかが壊れたのだ。整備士も張力も直せていなかったので、難しい修理を一人でやり遂げるしかないと僕は覚悟を決めた。生きるか死ぬかの問題だった。飲み水が1週間分あるかどうかだった。最初の晩、人の住む地から1000マイルも彼方の砂の上で僕は眠りついた。船が沈んだ。大海原のただ中をいかだで漂流して
と分母だったことを思い出し、その男の子に少しムッとしながら絵は描けないと告げた。男の子はこう答えた。そんなの平気。羊の絵を描いて羊の絵をなど描いたことがなかったので、僕は自分に描けるたった2つの絵のうちの1つをその子に描いてみせた。たとえの中が見えない大蛇ボアだ。すると男の子はこう言って僕をひどくびっくりさせた。違う違う。ボアに飲まれた象なんていらないよ。ボアはすごく危険だし、象はちょっと大きすぎる。僕のところはとっても小さいんだ。欲しいのは羊なの。羊の絵を描いて、そこで僕は描いた。男の子は注意深く眺めて言った。この羊もう病気で弱くてる。違うのを描いて僕は描く。男の子はこちらを気遣うようににっこりすると優しく言った。ねえ、これは普通の羊じゃなくてお羊だよ。角があるでしょ。僕はまた描き直した。けれどそれも前の2つと同じようにダメだと言われた。年取りすぎているよ。僕、長生きする羊が欲しいんだ。僕はとうとうが満できなくなった。早くエンジンを分解して見なくちゃならないというのに、そこで次のような絵を急ぎで描くと言い渡した。ほら、木箱だ。